来たよ。そうだね。あれ、日本のお菓子が自販機にありました。よく見ると2つ隣にはドラえもんのお菓子。ちょっと僕ここ怖くてもう無理です。怖い。サメのパニック映画を見て恐怖症になりました。わわ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 わ、背筋が凍りそう。あんなんで一突きされたらもうおしまいじゃん。これぐらいならいいんですよ、可愛いから。これはダメー。恐怖の塊でしかない。だってこれ海で出くわしたらどうすればいいの？破壊神ビルス様ぐらいしか勝てないでしょ。さようなら愛しい人。サメだらけで動悸が起きましたが、やっと安心できる場所に来ました。これだけ水槽から離れれば何にも怖くないですね。水の中にいさえしなければ王なんです。帝王はこのディアボロは！お前たち最高だぜ。王の人だ。わあ、怖いの来た。ここは南極をモチーフにしたスポットかな。ペンギンもいますね。あれ確かここって雪が降ってたはずなんだけどなくなっちゃったのかな。出てきた出てきた。子供がこれ好きですごい時間ここに滞在していたのを思い出しました。雪で思い出したんですが、子供の頃雪を食べるのは誰しもが通る登竜門ですよね。一通り展示は見たのでツアーに参加をしてみました。安全上途中までしか動画を撮れていませんが、有料になりますがスタッフさんが作業をしているエリアに入ることができ、水温調整がどのように行われているかや病気となってしまったお魚専用の病院など、こちらでは覗くことができます。ちなみに目の前にある水槽はサメのプールです。怖いから早く進みたい。サメプールの見学ツアーもやることになりました。転覆しませんように。乗ったボートの真ん中足元がガラス窓になっているようですね。下を見ても泳いではいなそうですね。ここから見ている限りだとそんなにいない感じ。これなら余裕。サメは怖いけどサメがいなければいないに等しいですからね。もうダメだ。ノコギリザメだ。体を見るだけでも寿命が縮みそう。水中であったら怖いんでしょうけど、水面で見るだけでもしっかり怖いよ。早い。フォルムが怖い。もう失神しそう。サメに囲まれてるんですけど、少し先に魚影見えますか？僕は見えたくありません。もう来たよ。サメ系のパニック映画ってなんであんなにパニックなってるのよって思ってたけど、なる気持ちもわかるわ。みんなを置いて一人で逃げ出したくなるわ。
なんか集まってきた。なんただの魚かい。エイも来たよ。怖い怖い怖い。なんだ魚が。あ怖いよサメ、怖いよ。もしこれがガースだったら、ガースじゃなかったら終わってたよ。あ、もうパパ失神してるよ。見えてるよ。見えるよ。はい。ここでチップ必要なのかな。ここでチップ必要だと思う。この前あげてなかったと。そうなんだけどさ、この前考えも2匹来たー。怖すぎる。ちょっとそこでプカプカ浮いてないで気持ち奥へ進んでください。ギャー。わー、いっぱい来たいっぱい来たー。あうゆよろだらピアピア。魚さん。あら、あなた可愛いわね。でかツナ。明らかにスタート地点よりもサメ増えてない？いや、増えてないことはない。無事にサメの檻からは抜け出すことができ、これからお魚への餌やり体験をします。サメプールほどの恐怖はありませんが、ダチョウ倶楽部のように後ろから押されて飛び込んだらさすがにパニックにはなりそうです。餌は小魚の切り身のようですね。スティック状のつかみを利用してお魚たちに直接餌を与えていきます。つかみを噛まれて持ってかれることはないよね。では早速餌やりをしていきましょうか。餌やりタイムであることに気がついたのか、エイさんたちが集まってきましたね。また来た。なんだかエイだらけになってきました。結構餌をあげたんですが、全体的にあげられたのかな。めちゃくちゃお腹空いてる子がいた。これだけエイを見ているとさすがに愛着湧きますね。来た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 ー。ということで餌やり体験はこれにて終了。ここでさ、誘ってあげればいいね。出口付近でゲームもありましたので子供がプレイしています。手元のハンドルを回すとどんどん加速して進んでいくみたいですね。我が家の小さい暴れん坊恐竜は左から2番目のペングインです。半円内の速度を見るとマックススピードのようです。これは優勝争いが白熱しますね。さて結果はどうなるのでしょうか。ビリー残念勝。出口手前にフォトショップがありました。その隣にはマスコットのペンギンがいますね。写真を撮ろうと思いましたが僕は待てない種族なのでそのまま帰ります。出口には必ずあるお土産屋さんです。何かあるかな。メンダコちゃんミッケー。動物のぬいぐるみは欲しくなりますよね。水族館の隣にはミニ映画館があり、水族館利用者であればこのアクアマンという短編映画を見ることもできます。ということでバンコクにある水族館シーライフバンコクオーシャンワールドはいかがでしたでしょうか。アジアでも最大規模ということで見どころはたくさんありましたね。展示だけでなく多くのアクティビティを体験できることから子供も十分に楽しめる水族館かと思います。チケットの内容にもよるんですがチケット価格は観光地価格でもあるので
割高感を少し感じてしまうかもしれませんが、それを含めても十分満足いくような水族館ですね。バンコクに来られるならぜひ検討してみてくださいね。ということで本日の動画はここまで。この動画が参考になりましたらチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アリベテルチ。